白井さんのいつもニックネームの B 子さんということで言わせていただいたりとかして、今日のテーマの子宮体がんで、ステージは 1B というところで、発覚が28歳で、1B だったんで、手術っていうところで、振り返るともう17年前ということなので、今、寛解で、子宮体がんに関しては、通院とか今してない状況です。白井さん、B 子さん、当時の発覚、どのように分かっていったんでしょうか？月経とは関係ない不正出血ってやつ。うちの場合も、結構生理不順みたいな感じで出血が多いとか、不順っていう感じで出てて、でもそんなのって人それぞれだし、なんか疲れてるのかなとか、人と比較できるようなもんでもないから、なんとなく不調っていうので続いてた。でもやっぱり、それがある日突然大量出血になってしまったっていうところ、それで病院行かなきゃっていう、そこら辺が発覚っていうところ。しかもこれ危ないって気づいたぐらいの出血の仕方が外出中だったんですよ。でもう急いで駅の誰でもトイレみたいあるじゃないですか、ちょっと広めのトイレ、車椅子とか入れる、あそこに入ってもこもってどうしよう家に電話して親に車で迎えに来て助けて感じで、その時は東京にいたけどもう神奈川から親が1時間以上かけて車で助けに来てくれたっていう、それで救出されました。出血量ってどれぐらいなんですか？でもその最後にこれやばいって思ったその日の時の出血はもう車椅子用のその広いトイレ、ちょっと殺人現場みたいな感じ。そのくらい血まみれですね。やばかったです。けど当時そんなに大量出血して、多目的トイレで大量出血したから別に道とかはそういうのは大丈夫やったってこと？そう、そこはもうギリ耐えたというか大丈夫だった。生理中かなって思ってたから、それなりの対処して出かけてるわけじゃないですか、女性としては。確かに。でもそれのマックスを超えたっていう感じ。で、それでこれじゃあちょっとおかしいということで、家族を呼んで、そして病院に行くということですね。はい。ありがとうございます。その通り。じゃあ、B 子さん、病院に行くところからそこからちょっと教えていただいてもいいですか？病院には、近所の大学病院に行きました。で、自分の祖母も何年か前に子宮頸がんで通院してたっていう、そこの主治医をうちの母も知ってたんで、じゃあ、あなたもちょっと、そういう病気かもしれないから行ってみたらっていうので、直接もうその先生の外来がある日を狙って初診受けて、でお話しして検査をして、で1回目に軽い入院して子宮の内膜層っていうか少し細胞を取って、なんか取り切れたらそれで終わるかもっていうような軽い入院1泊ぐらいのやってちょっと書き出したけれども、いやいやちょっとこれそういうことじゃないねみたいになって、じゃあ日を改めて手術しましょうって言って、私は筋肉の半分ぐらいまでがんがいってたんで、でもとりあえず子宮のだけ取れば大丈夫そうだっていうので、卵巣を残す形で真ん中を取りました。それがやった手術でイコール治療がそれになります。私は子宮体がんと卵巣がんの方で両方ともステージ1でした。発覚の方が当時30歳で手術のみで、今経過観察一応1年に1回病院の方に行っております。鴨志田さんに関しては発覚どのような形で分かっていったんでしょうか？はい、私もやっぱり同じく不正出血で発覚しました。私の場合はちょっとやっぱ不正出血があって、最初町のクリニック行ってて、で、ちょっとお医者さんにホルモン療法を勧められて薬飲んでたんですね。1年ぐらいしてそのお薬やめたら、また不正出血して、で、そこから子宮頸がんだったのかな、その時。やっぱりそういう検査して、頸がんは異常ないって言われて、他の病院行って調べてもらったら体がんが発覚したので、最初のところでは頸がんの異常ないって言われたんですよね？言われました、頸がん。でもやっぱ頸がんの検査してもさ、体がんだったから引っかかんなかったのかな、やっぱり。頸部。そうだね。そうですよね、多分。私卵巣もがんだったから、卵巣は腫れてたんですよね。そっか、卵巣もがん、そっか、そっちもね、あるもんね。その腫れの引いたのもわかんないで、頸がんの結果しか言われてなかったから、ちょっと自分でもなんか納得できない部分があって、隣の大きな病院行って、で、今度体がんやったら体がんの方で引っかかったっていうので、やっぱり元は出血からですよね。発覚前の症状としては。私はね、そんなにすごい、
もう殺人事件みたいなほどはなくって、生理じゃない時に出血してあれおかしいな、このサイクルじゃないしっていうような感じで、すごい大量にっていうのはなかったですね。ああ、じゃあ普び通っくりに、するほどじゃなかった。ただ、はいはい中途半端な時に、なんだこれみたいな、おかしいぞみたいな。そっかそっか。じゃあ、普通の、まあ、ちょっと生理じゃないのにおかしいなぐらいのレベル感ってことね。はい。まあ、そういうふうにお二方とも不正出血で分かっていったということですかね。ありがとうございます。